Meshtabi Season 5今回のMeshtabiはニセコまっかり界隈発見です。それでは早速 Let's get it started 1. Makali Boulangerie Jing マッカリに来たら真っ先に向かうのはこちらのブーランジェリー。何度もご紹介しております飯旅レギュラーメンバーですが、マッカリに来てここに寄らないのはど真ん中の直球見逃し三振みたいなもんですからね。なぜに野球に例える飯旅ーズが国内屈指に大好きなブーランジェリー。いつ来てもこのロケーションとお店のコントラストが素敵すぎる。パンの種類は決して多くはないけれど季節限定があったりといつ来てもワクワクしちゃうんだ。手作りの巻き窯で焼き上げるパンたちはどれも最高パンたち。はい、恒例のクロワッサン。これたまらん。上品なバターの香りに表面のパリカリ食感からの中はしっとりと優しい口当たり。やっぱり天才だジンさん。違う。他のお店で美味しいクロワッサンに出会うとまず思い浮かべるのがこちらのクロワッサン。クロワッサンの美味しい基準を測る物差しみたいな役割を果たしているクロワッサンなんですね。こちらは今回初のクグロフ選手。ロシアの選手みたいだね。そうなの。王冠の形をしたフランスなどに伝わる伝統菓子。ふわっと生地の中にオレンジピールが入っていて爽やか。やはり味に気品があふれておりますな。これはアフタヌーンティーに最高。美味しい紅茶と一緒にいただきたいわ。あら、クグロフとアフタヌーンティーがよくお似合いでマドモアゼル。Mademoiselle ブブー。マドモアゼルは若い未婚の女性を指す言葉で差別用語だとして使わなくなりましたとさ。なんだって？全然若い未婚の女性じゃなかった。確かに。何この屈辱。そしてこのハード系もやっぱりめちゃうまかった。そうそう、期間限定だそうです。チョコとクランベリー。バケット生地でパリッパリだ。フランスパン時にチョコの甘い香りがたまりませんの。もうどれも美味しい。ジンさんの子供に生まれたかった。毎日こんな美味しいパンが食卓に出てくるなんて羨ましすぎる。やばいよ。こんなの子供の頃から食べてたら世の中のものが全部美味しくなく感じちゃう。スーパーで売ってるパンなんか紙に感じるだろう。紙って。超カントリーな田園の中なのでなんと携帯の電波が届かないというね。そうそう。ナビの呼び込みができなかったりするので帰り道の目的地設定をしといた方がいいわね。次の目的地まで設定してジンさんを経由地に設定しとくってことね。んだ、そういうこと。 2. Makali Ishi Marmay マッカリを訪れるのには理由があります。それは細川たかしでもじゃがいもでもありません。こちら石豆さんがあるからです。初めて出会った時の衝撃が忘れられずやっと裁縫できました。今回もかなり待ちましたね。オープン30分前に到着も10台以上の車列ができちょりました。土平日でもこの人気、さすがです。2時間ぐらい待ちましたかね。ご夫婦2人で切り盛りされてるから時間はかかっちゃうので余裕を持って伺いましょうね。夏場は冷たいお蕎麦しかやってない石豆さん。すごいね。さすがっす。はい、残念ながら蕎麦がきとととと鶏ごぼうは売り切れになっておりましたがいいのです。だいぶ糖が多いとです。これです。これどんなに待ってでも食べたいお蕎麦盛りです。袋さんよ。透き通った綺麗なお蕎麦は黒松内とマシューさんのブレンド。一すすりでしっかり蕎麦の香りが鼻孔に広がって。鼻孔、鼻の穴ね。うるさい。待った甲斐があったなと思う瞬間、隣のお兄さんもとうなずきながらすすっとりました。やはり石豆さんは北海道一のお蕎麦です。断言ってことはこれ日本一かもしれませんね。そうかも。蕎麦だけじゃなく器も素敵なんだよね。1時過ぎには売り切れ終了の看板が出されてましたね。すごいっす。また来年お邪魔したいと思います。ごちそうさまでした。募集。あなたの日本一美味しいお蕎麦。あなたの一押しそばを教えてくださいな。よろしくお願いいたします。 3. Kuchang Pecan Roll Pizza 羊蹄山が目の前にドーンとそびで立つロケーション。そびで立つ。イエーイ。
ニセコエリアはどこにいても羊蹄山が眺められていいですね。だけどどの方角から見ても同じ形だからどこにいるのか分かんなくなるよね。ここじゃなくてもよくどこにいるのか分かんなくなってますよね。ゆうべ夢の中でも迷子になっちゃってた。冒険家だね。Life is adventure よ。 Life is 北 adventure. 海道産小麦と羊蹄山の湧き水を使用した生地にニセコ町契約農園アムリタファーム産の化学肥料農薬不使用で育った栄養価の高いトマトで作ったソースがええですね。ねえ、甘くて濃厚、マーベラス。 Marvelous. そしてチーズがまた他のお店のモッツァレラと全然違う。ドイツ産とオランダ産の厳選したこだわりのチーズを使用ですって。材料にもこだわってるだけありますね。お値段はニセコナイズですが、 Nisekonize. これは想像以上の美味しいやつでした。重たさにびっくりしましたね。ねえ、マジ思ったより重ったってなるね。生地はふんわりなんだけどたっぷりチーズがすごいの。スライムみたいに溢れ出てきて。いや、あんま美味しそうな例えじゃないね、それ。そう、トロットロチーズが美味しい。こんなに嫌味のないたっぷりチーズは初めて。確かに。かなりのボリュームだけどオレガノがアクセントになっててハーブ感が爽やかでボーノボーノ。マフィンもアメリカンサイズだけど甘さ控えめで好きです。これナチュラル。ショー Natural. ケースの他のスイーツもうまそうだったな。てってれーみたいに言うよね。他のピザやスイーツいろいろ食べてみたいお店だね。ね、いちいちでっかいの。ニセコは何かと欧米サイズですな。砂、特に値段。 4. Niseko. Sutsu Sakana Ishing. ニセコにあります魚一心さん。視聴者さんからタレコミいただきましてやってまいりました。鮮魚の総合商社東進さんが手掛ける海鮮ご飯屋さん。東進さんの手掛けるお店は定評ありますからね。今回は日替わりランチ狙いでやってきたのですが、あらまあ、なんと現在販売しておりませんでした。マジで。というわけで贅沢に一心定食、寿司、天ぷら、そばがオールインワンで All in one. かなりのボリューミーなやつ。ホールインワンしたことある？ All in あ one. るわけない。でもお寿司はイクラ、エビ、ホッキ、サーモン、ヒラメ、マグロの6貫。どれも新鮮。さすがは東進さん。これだけでもうお腹いっぱい。そしてこのお蕎麦が美味しかった。つゆもさすがですね。カツオがしっかり香ってる。天ぷらにもエビ吉には嬉しいランチだ。この麺量セットについてくる量じゃないよね。そうなの。でもこれが通常の量なんだって。天ぷらあるからこれは寿司天ざるセット。大好物だらけのランチに大満足のグリーンであります。すげえぜ。魚一心さん、このニセコで寿司付きのランチが1600円ってのは値頃かなりと言わざるを得ないかな。確かにね。タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。 5. Niseko. Eiki Mei Onsen Killer no Yu. ニセコ駅の真ん真前にございまするこじんまりした温浴施設、ハロウィーンムード満開のニセコでございます。すんごいかぼちゃだったね。人生最大級のかぼちゃだらけ。こちらはジャフ割引でお得に整うの巻ね。はい、通常650円のところ今回は特別に550円で入浴させていただきました。男女入れ替え制で和風と洋風のお風呂が堪能できちゃいます。露天エリアにサウナ水風呂があり、整いローテーションが Toto no E. Rotation. 露天で完結するサウナーに嬉しいサウナこじんまり設計。サウナは 6,7 人サイズで90度ぐらい、セルフロウリュでかなりいい汗かける。サイズ以外はとってもいいサウナだね。ね、地元ラジオが流れててニセコのローカル情報が聞けますよ。水風呂は14、15度で1人2人がマックスかな。いや、親子か恋人じゃない限り2人は無理だよ。あれ知らないおっさん同士2人があそこに入ったら芽生えちゃうぜ。何が芽生えんの？整いチェアがベンチ4人分しかないってのがちと痛いかな。あら、女湯は木製アディロンが全部で4個あったわよ。いいな。ひひん。内湯のジャグジーが35度くらいでずっと入っていられるのがグリーンのお気に入り。ああ、いいね。35度。結構ユウたちも入りに来てるけど U. 日本人よりマナーがいい。
場所取りもしないしね。アブソリュートリーだぜ。 Absolutely. 6. Today's Katsu Curry. Niseko. Dogtail. 道の駅のすぐ隣にございまするこちらドッグテールさん。土曜日ということもあり、道の駅も大混雑でしたね。はい、ニセコエリアは人気のようです。我々の行くようなお店はほぼほぼ日本人ですけどね。冬じゃないってこともあるのでしょうが、こちらのお店もオープンと同時に満席。オープンマン。カツカレーが美味しいという噂を嗅ぎつけてやってまいりましたよ。この日は翌日開催のニセコマラソンの影響でしょうか。どこも混み合ってますね。あ、それでか。ずいぶんいるな思ったもんね。ね。厨房を覗くとカツカレーが5個並んで盛り付けられている。どうやら先客の注文もほとんどがカツカレーの様子。当夜は先週終わったけどね。あ、本当や。期待が高まりマックス。ドッグテイルってなんともカツカレーが美味しそうな名前でしょ。ドッグテール？どうしてなのかね。どうですかこのカツカレー。990円ってのはニセコでは奇跡のプライス。しかもご飯も大盛り無料みたいだし、さらにランチはコーヒーフリーです。すごいね。ありがてえ。アンダー1000円でカツカレーいただけるってのだけでもありがたいのにさ。本当だよね。ボリューミー。イエス、これぞカツカレーでございます。ニセコでこれが990円ってのは激安の部類に入っちゃうのかなっていう感じ。確かに2000円オーバーってカツカレーもザラだもんね。そうさ。酸味が爽やかなカレーに美味しく炊けたご飯、揚げたてのサクサクとんかつでしょ。日本ってすっげえなというワンディッシュでございました。本当に日本ってすごいぞ。店主の心が折れた日のみ休業というチャレンジングなお店。定休日なしで頑張っておられますが、心が折れる日もあるってことでよろしくしなちく。 7. Makali. Ichi Fuji. マッカリ交流プラザ内にあります一富士さん。施設に入ると、ここは細川たかしミュージアム状態。レコード大賞の盾やら衣装やら、若かりし頃はイケメンだったんだね、細川さん。いや、それほどでもないけれど。細川さん？細川たかしはイケメンでスキーもゴルフも上手だしね。こちらのお店は地元の方にも人気のようですね。インバウンドさんも随分とスペアリブを食べらっしゃる。うまそうだったなスペアリブ。今度食べてみようってことで、今回はごめんなさいよ。これまたカツカレーかよ言われるよ。もうとっくに言われてますって。なんとこちらはマッカリさんのハーブ豚を使用した豚料理がパワフルにいただけるお店。そのボリュームがすごいんです。私が注文した一番人気の豚塩は思いのほか普通サイズでしたがね、ちょこっととろみの塩あんかけがたっぷりかかってて、ご飯が進むくん。紅生姜が意外と合うんですねってやつね。進むね、ご飯が。これ、そしてこのカツカレーをご覧ください。2枚乗ってる。頭のお腹みたいね。まあいいや。なんとこちらのカツカレーは肩ロース、ロース、バラ、ヒレとカツの部位を選べるというなんとも珍しいメニュー。そういう時は珍しいのを言ってしまう傾向にあるメシタビーズ。迷わずバラで注文。バラのとんかつっていうのは何色なのかな。やっぱ赤か。青いバラってのもいいよね。そのバラではありません。バラ肉注文の場合のみカツが2枚になるそうなんです。狙ったわけじゃないんですが、厚みも結構150万厚ぐらいありますよ。食べられる気がしない。すんごい量ね。確かにジジイにはちょっと無理ですが、若い人にはウヒャホーなやつじゃないですか。カツカレーとしてはかなりの高額商品になりますが、下カツカの次かな。東武東上線じゃないわ。 8. Makali. Makali Na. 1997年創業、札幌の老舗フレンチモリエールの系列店ね。2008年に行われた洞爺湖サミットの際、世界各国のファーストレジーたちが食事をしたという名店。マッカリいいなぁというつぶやきがそのままお店の名前になってしまったという、なんともダジャレな飯旅的なネーミング。すごいですね。フレンチの世界にもダジャレで来るとは。
ね、オーナーの中道シェフはいい料理にはいいお水が必要ということで、マッカリに水を汲みに訪れていたことがきっかけで、野菜なども仕入れるようになり、そこからマッカリに小さくてもいいから美味しいフレンチができたらいいな、マッカリいいなと夢を抱くようになったんだそうです。嘘みたいな本当の話なんだね。はい、やがてこの夢に賛同する人たちが集まり、当時のマッカリ村長も村おこしばっかり考えていたことから、満を持して誕生したのがマッカリーナなんだそうです。完全な村おこし主導のレストランかと思ってた。素晴らしいプロジェクトっすね。ね、このプロセスを知るとますます素敵なレストランって思っちゃう。まったくだ。新鮮な野菜たっぷりのフレンチ。これはまた違う側面の北海道らしいレストラン。もちろんお料理は地元の食材を使ってるから、どれも新鮮で彩りも綺麗、見て楽しい、食べて感動しちゃうよね。前菜の数の多さにびっくり。見とれすぎて説明 2,3 個しか入って聞いてこなかった。いろいろ忙しいですね。いや、何一つ覚えてません。野菜中心の前菜が素晴らしい。そしてブロッコリーと人生で一番向き合った瞬間。どのお料理もお味はもちろん優しい。そして量的にももちろん私たちでも完食できる量。まあ仮な。そしてパンがこれまた感動の美味しさ。ワンってご紹介したブーランジェリージンさんのパンがサーブされんだよね。違うって。マッカリには本当に美味しいものがあります。ラーメンやジンギスカンばっかり食べてないで、マッカリにもおいでー。わかりました。Jikano Meshita Biwa Gachi Day Mata Tabathai Nisako Kuchan Kimo Betsu Kaiwai Death O Tano Shimi Ni See you soon。 今日、定山渓のビューホテルでサウナに入ってたんですけど、ここはお風呂の30人ぐらい。それは東野のサンパレスです。あ、そっか。リニューアルしてね、30人ぐらい入る立派なスタジアムサウナが出来上がってて、でも結構空いてたんだよね。それ一人のね、めっちゃマッチョな兄ちゃんが入ってて、そしたら俺にね、こんにちはって挨拶したんだよね。あれと思って、こんにちはって言い返したんだけど、なんか日本人じゃないなと思って、韓国って聞いたの。さっき違います。コリアって言った。ああ、そういうこと？いや、韓国 means Korea in Japanese。つったら、おう初めて聞いたの、韓国。日本に旅してて。面白い。いや、日本語で話しかけてきたから、ある程度日本語、韓国ぐらいは分かるのかなと思ったら。分かんないんだね、純粋な方はね。日本に住んでる人は分かる。